ける争奪戦ちょっと気になりますね、正直。梅ちゃんが好きなタイプなのよ、間違いなく。梅原さんね、竜にやられちゃってんだよね。やっぱ強いやつ勝つな。かけ強かった。強い弱いの話をすると、ぶっちゃけ大体の人が強いにカテゴリーされるんだよね。だけどどんだけ活躍できたかっていうと、本当に後期だよね、かけるはね。どっちかって言ったらやっぱ6だよね。6でも爆発的になったよね。強さ。あ、マナミさんです。賞金の高さはやっぱ俺めっちゃいいなと思った。俺もそうだけどさ、下手したら時戸の賞金も抜いたんじゃない一発で。時戸がやってたじゃん。今までのさ、歴代賞金ランキングみたいな。でさ、今までのさ、長い歴史を一発で塗り替えたじゃん。それがさ、この業界が大きくなることだよなって思ったの。そういう感じだからさ、ケルが今回手に入った賞金もさ、もしかしたらもう2、3年後にはさ、もう飛ぶぐらいのものになってるかもしれないってことでしょ。サウジーネ出せる。いや、賞金自体は俺はそんなにお金実はかかってないんじゃないか説をしてるんだよね。賞金以外のところでやっぱ金って超かかるから。梅さんも1万ドル、2万ドルゲットか。なんかしたい。そういう大会がね、もう今後も増えてくれたらね、すごいよね。資金力、資金力もそうなんだけど、どこにお金をベットするかっていうのは多分結構大事で、大きい企業だから、じゃあ待遇がいいのかって言ったら多分全然そうじゃなくて、どこにその金を、小さいところでも、よし、じゃあ e スポーツに社運かけようと思ってお金ベットすると、結果的にやっぱすごいお金動いたりするから、でサウジはエンタメに今お金を入れようとしてるから、すごいんだよね。でエンタメダメだみたいな。もっと違うところに、じゃあ農業とかそういうのにお金を出そうみたいななったら、サウジみたいなお金がある国でも、ね、e スポーツに金かけなくなるよなと思うけどね。トリン代ね、高いらしいよね。今200円とかいくんでしょ。かけるくんに変なやつが近寄ってこないか心配。夜だろうね。変なやつっていうカテゴリーするとこちとら変なやつに一応ノミネートされるからね。かけるくんのすごいところ、それがね、やっぱね、まだわかんないんだよね。やっぱこの俺のレベルの低さっていうのが多分あると思うんだけど、多分人読みとかも、まだフェーズとして入れてないんだよね。結構自分のことでさ、精一杯でさ、すごい細かいところまでの、この人のすごいところっていうのがね、明確にやっぱちょっと言えなくて、その中でも、俺が感じるのはやっぱり、コンボ選択肢の高さはやっぱ超あるなと思う。サウジは、だけど自分のところに、そういう、厚遇するところは結構、他の海外の人には重くするって結構あるからね。ヨーロッパ系って結構そういうイメージあるし。やっぱたださ、かけるの評価ってさ、むずいよね。うちらからの評価ってさ、多分もう元々高いんだよね。けどやっとやっとって言うとやっとじゃねえような気もするけど、あれよね。周りの評価も追いついたって言うと変か。いや、ほんとね、単純にすげえいい話ですよ。ね、最瞬間にかけるが入る可能性は、多分にあるだろうね。TAPA 被る。ネモさんアウト。ただ俺はネモさんがもし、爆捨てをしたら、俺は、苦言を呈すね。緊急動画作るよ。いや、弱いなら爆捨てするべきだと思う。ただ別に、弱くないのにね。だってそれこそエボ8で、もう俺も負けたし、監督も。いや、わかんない。俺、やっぱチームごとの勝率を見るべきだと思う。確かに、若手に、チャンスを与えるって大事だと思うんだけど、結果的にじゃあチームが弱くなりますっていう風になるんだったら、俺微妙だと思うんだよね。大事なのって、やっぱ、権力に居座る人の良くないところって、実力がないのに居座ると、それ業界にとってマイナスじゃんってなるのは良くないと思うんだけど、実力があるんだったら、だけど若者のためにじゃあちょっとチーム弱くなるかもしれないからけど、じゃあ譲るよってのは、良くない行為だと俺は思っちゃうね。ちゃんと強い間はね、引っ張っていった方が、むしろ健全説。かけるの選択肢の
今、幅の方がむしろあるよな。いや、それこそね、そのね、リジェクトとかさ。やっぱかけるっしょって。引き抜きね。引き抜き、どうなんだろうね。これだからもう、いぶしにもちょっと、ね、気が気ではないんじゃないかい。レッドブルでリーグ出れるのか。いや、レッドブルでリーグ出るのはめっちゃいいと思うけど、なんか、むずいよね。例えば、ガチ君やっぱさ、グッドエイトって感じするじゃん。ガチ君が今からそのルートあるのかなみたいな。ちょっとかける争奪戦ちょっと気になりますね、正直。しかもね、梅ちゃんが好きなタイプなのよ、間違いなく。その、ゲームに対するやり方、姿勢が、で、長く竜使ってたでしょ。この不器用さ。そういうのもね、込みでね。いや、だからね、梅原さんね、竜にやられちゃってんだよね。なんか梅原さん自体が。まあ、なんかね、その傾向があって、なんかね、竜使いって時点で、無条件でなんか、丸出すんだよね。そう、もう頭が完全になんかね、竜にやられてんのよ。だからその、当時、うずらの時も、竜か。真面目な子だね、みたいな感じで。なんかわかる俺、だからいつも困ってたからドラフトの時に、竜で選んでるでしょ、みたいな。それ、モルニーもそうだからね。モルニーも、ガエルと竜。竜の方は好きなんじゃないかな。わかんない。わかんないけどね。なんか竜の方が好きそうな気するけどね。だよね、そもそもね。けどやっぱ、竜って悲しい生き物だったでしょ。エンディングくん。悲しかったでしょ。そのキャラっていうのはやっぱね、大変だなと思いますよ。いやけど俺はやっぱね、やがない、その竜がっていうよりまあ、もしこの人がこのキャラを使ってれば、もっと評価って変わるよな、みたいな。と思っちゃうよね。思っちゃう派。プロジェクト L はまずいつ出るかじゃない。こうさ、そのライオットって、そのね、納得するまで作るというあれがあるから、なんかまだまだなんかね、現実味がないよね。ただなんかまあ、日本で流行るかどうかちょっとわかんないんだけど、正直海外はめっちゃ流行りそう。多分ね、海外ではね、もう、めっちゃ流行りそうな気配する。で、なんかね、俺でやった感じなんだけど、ストリートファイター6って、本当に過去のゲームの、そのいい部分を参考にしてる。だから俺の中で、その全てのいろんなゲームのシステムのいい部分を参考にして、作ったっていうのがやっぱストリートファイター6だと思うんですよ。だと思った俺は。あ、このシステム確かになんかね、このゲームであったな、みたいなすごい多くて、それをなんかうまくこう、で、プロジェクト L もめちゃめちゃそれを感じたんだよね。で、ただなんか、スト6じゃ違うところ、じゃあスト6じゃ同じゲームになるじゃんっていう風になるかもしれないんだけど、スト6と違うところは、めちゃめちゃ R カップをベースにしてる。多分ストリートファイター6はストリートファイターをベースとして、いろんないい部分のゲームを参考にして格闘ゲーム作りましたみたいな感じなんだけど、プロジェクト L は、アルカプをベースとしていろんなゲームのいいところを意識して作ってるって感じ。だから相当だから海外、そうアメリカとかそういう海外の人が喜ぶようなゲームシステムなんじゃないかなと思う。